どうしたの？ありがとう。成仏してね。亡くなった人にもう一度会いたい。量子原理で幽霊を解明する。特許出願中。特願い 2026-99639 量子回路による異常取引検知システム株式会社浦田ソフト。量子原理で幽霊を解明する。第1章。幽霊はいる。でもいない。でもない。男は一月前に婚約者を亡くしました。式場の予約も指輪もそのまま残っています。もう一度会いたい。男は真剣に考え始めました。量子原理を使えば彼女に会えるのではないかと。その夜です。誰もいないはずの廊下の角に白い人影が浮かびました。瞬きをするとそこには誰もいません。いたのかいなかったのか、量子の世界の答えはそのどちらでもありません。両方です。回しているコインを思い浮かべてください。回っている間は表でもなく裏でもない表と裏が重なったまま揺れています。これを重ね合わせと呼びます。彼女がいる姿といない姿、誰も見ていない間、その二つは重なったまま廊下で揺れ続けている。プログラムで書けばたった1行です。1個の量子ビットに1ゲートをかける。それだけで0と1が半分ずつ重なった状態が生まれます。1000回測ってみます。およそ500回が0、およそ500回が1。毎回同じ結果は返ってきません。いる、いないが半々で現れる。男が見たものは幻だったのか、それともまだ決まっていなかっただけなのか、なぜ見た瞬間に消えるのか。第2章でその謎を解きます。量子原理で幽霊を解明する。第2章。見た瞬間消える。男は廊下にカメラを据えました。彼女がもう一度現れたら今度こそ確かめるためです。深夜2時、廊下の角に白い影が浮かびました。男は息を止めて目を凝らします。次の瞬間、影は消えました。見なければいる。見た瞬間に消える。まるで見られることを嫌がっているようです。量子の世界ではこれが当たり前に起こります。重なっていた2つの姿は測った瞬間にどちらか一つに決まります。回っているコインを手のひらで押さえてください。押さえた瞬間、表か裏かどちらかに決まります。押さえるまでは決まっていません。決めているのはコインではありません。押さえた手です。測るという行為そのものが答えを一つに選んでしまいます。プログラムで確かめます。1ゲートで重ねた後、MEASURE で測る。この1行で重なりは一つに潰れます。一度測った後、同じ量子ビットをもう一度測ってみます。今度は1000回測っても毎回同じ結果が返ってきます。0を見た人はその後もずっと0です。男がカメラを向けたあの瞬間、彼女はいない側に決まってしまったのかもしれません。では、なぜ彼女は壁をすり抜けられるのか。第3章でその謎を解きます。
量子原理で幽霊を解明する。第3章、壁をすり抜ける。あの夜、彼女が立っていたのは、鍵のかかった部屋でした。窓もありません。男は思います。彼女は、壁を通ってきたとしか考えられない。ボールを壁に投げても、跳ね返るだけです。乗り越える力が足りなければ、決して向こう側には行けません。私たちの常識では、そうです。ところが、小さな粒は違います。ほとんどは跳ね返されますが、ごく稀に、壁の向こう側に現れます。これを、トンネル効果と呼びます。粒は、はっきりした点ではなく、ぼんやりと広がった波です。その波の裾が、壁の中に少しだけ染み込み、向こう側に、わずかに顔を出します。染み出す量は、壁が厚いほど、急激に減ります。薄い壁なら、時々通れます。厚い壁になると、ほとんど通れません。ただし、ゼロにはなりません。これは絵空事ではありません。太陽が燃え続けているのも、USB メモリがデータを消せるのも、トンネル効果です。操作型トンネル顕微鏡は、この染み出しを測って、原子を見ています。プログラムで、壁の薄さを角度で表してみます。小さな角度をかけて、1000回測る。壁の向こうに現れたのは、およそ20回でした。次に、角度を半分にします。壁を厚くしたことに当たります。通り抜けた回数は、およそ5回、4分の1に減りましたが、ゼロではありません。彼女が壁を通れたのは、通れないのではなく、めったに通れないだけなのかもしれません。では、なぜ彼女は、同じ夜に2カ所で目撃されたのか、第4章で、その謎を解きます。量子原理で、幽霊を解明する。第4章、同じ夜、2カ所で目撃された。その夜の記録です。午前2時40分、男は、1階の廊下で、彼女を見ました。ほとんど同じ時刻。隣の家の人が、2階の窓に立つ彼女を見ています。同じ時刻に、2カ所、1階の廊下と、2階の寝室、彼女は、2人分、いたのでしょうか。2階の寝室には、扉が2つあります。廊下から入る扉と、書斎を通る扉。彼女がどちらを通ったのか、誰も見ていません。小さな粒に、隙間を2つ開けた壁を通らせます。1粒ずつしか飛ばしていないのに、向こうの壁には、縞模様が浮かび上がります。縞模様は、2つの道を同時に通った時にしかできません。片方の隙間を塞ぐと、縞は消えます。あの夜、廊下の床に残っていたのも、縞模様でした。では、どちらの扉を通ったのか、見張ってみます。扉にカメラを置いた途端、縞模様は消えました。見られた瞬間、彼女は、一つの道しか通らなくなります。プログラムで確かめます。H ゲートを2回続けてかけて、1000回測る。結果は、1000回ともゼロ。2つの道が重なり合って、答えが1つに揃いました。今度は、その途中で1回測ります。どちらの道を通ったかを、見たことになります。結果は、0がおよそ500回、1がおよそ500回、縞模様は消え、バラバラに戻りました。
彼女は、二つの道を同時に通っていた。見張った瞬間に、一つに減らされた。あなたの後ろの廊下は、今、誰も見ていませんね。第5章、写真に写る白いもや。量子原理で、幽霊を解明する。第5章、写真に写る白いもや。男は、廊下に向けてシャッターを切りました。誰もいないはずの場所です。現像された写真には、白いもやが写っていました。何もない空間は、本当に、空っぽなのでしょうか。ここで出てくるのが、ハイゼンベルクの不確定性原理です。位置と勢いを、同時にピタリと決めることはできません。そのため、絶対0度、マイナス273.15 度まで冷やしても、粒の震えは止まりません。これを、0点振動と呼びます。完全に静止した状態は、この世界に存在しません。何もないはずの空間でも、同じことが起きます。粒と、その相方が、体で生まれ、すぐに消える。この生まれては消える揺れを、真空の揺らぎ、生まれる粒を、仮想粒子と呼びます。作り話ではありません。金属の板を2枚、極めて近づけると、板の間に入れる揺れが制限され、外側から押される力が生まれます。カシミール効果です。1948年に予言され、1997年に測られました。ブラックホールの円でも、同じことが起きると考えられています。体で生まれた片方が落ち、片方が逃げる。ホーキング放射です。ただし、こちらはまだ、誰も観測していません。プログラムで見てみます。量子ビットに、何のゲートもかけません。そのまま1000回測る。理想の計算機なら、1000回とも0です。ところが、本物の量子計算機で同じことをすると、10回から30回ほど、1が出ます。何もしていないのに。です。これが、装置に残る揺らぎです。写真の白いもやは、空っぽの空間が震えている姿なのかもしれません。その写真、もう一度、よく見てください。もやの中に、目がありませんか？第6章、遠く離れた家で、同時に起きた。量子原理で、幽霊を解明する。第6章、遠く離れた家で、同時に起きた。同じ夜、午前2時40分、300キロ離れた彼女の実家でも、同じことが起きていました。廊下の時計が止まり、写真立てが倒れています。男の家と、寸分違わぬ同じ時刻でした。離れているのに、揃う、量子の世界にも、これとよく似た現象があります。名前を、量子もつれ、と言います。二つの粒が、どれだけ離れても、片方を測ると、もう片方の答えが必ず決まります。手袋なら、簡単です。右手用を持って出れば、家に残っているのは左手用。箱を開ける前から、中身は決まっていました。ところが、量子もつれは、これでは説明がつきません。確かめる物差しが、メルの不等式です。最初から中身が決まっているなら、揃い方には、決して超えられない上限があります。1964年にベルが示し、1982年にアスペが実験し、
2015年には抜け道を防いだ実験が行われました。2022年のノーベル物理学賞です。その上限は2。ところが量子もつれは 2.828 まで揃います。実験は上限を超えました。つまり、最初から決まっていたわけではありません。ただし、これで合図は遅れません。無信号定理と言います。片方の家で見えるのは、0と1がバラバラに並んだ、ただの記録です。相手に何かを伝えることはできません。プログラムで作ります。1個目に H ゲート、2個目に CNOT ゲート。これで、もつれた2個が出来上がります。1000回測ると、00が約500回、11が約500回、01と10は、1回も出ません。どちらの家の記録も、それだけ見ればバラバラです。2つの記録を突き合わせたときに、初めて、必ず一致していたことがわかります。突き合わせるには、電話がいります。光より速い連絡には、なりません。彼女が2件で同時に起こしたのは、もつれだったのかもしれません。今、電話が鳴っています。誰もいないはずの、あの家からです。第7章、幽霊をコードで呼び出す。量子原理で、幽霊を解明する。最終明。第7章、幽霊をコードで呼び出す。男は3ヶ月かけて1本のプログラムを書き上げました。膨大な候補の中から目当ての一つを見つけ出すグローバー探索です。仕組みはゲージに並んだリンゴです。まず食べたいリンゴだけをそっと押し下げる位相反転です。次に全体を平均で跳ね返す。すると、押し下げた1個だけが大きく飛び上がります。振幅増幅です。候補は1024個。押し下げて、跳ね上げる。これを25回繰り返すと、目当ての1個が出る確率は 99.9% を超えます。男は実行キーを押しました。彼女は現れました。ですが、手を伸ばした途端に輪郭が崩れます。周りの空気や光に触れた瞬間、重なりは壊れてしまう。これをデコヒーレンスと呼びます。ならば、コピーして手元に残せないか。それはできません。量子の状態は複製することができないと証明されています。複製不可能定理。1982年です。送ることならできます。量子テレポーテーションです。ただし、向こうに現れると同時に、こちら側の彼女は必ず消えます。二人にすることは、決してできません。男は、最後に気づきました。測らなければよい。見なければ、彼女はいると、いないの重なりのまま、そこにいられる。第2章で見た通りです。それでも彼は、一度だけ測りました。結果は0。彼女は、いない側に決まりました。ですが、量子ビットは、H ゲートをもう一度かければ、また重なりに戻ります。終わりではありません。男は今も、毎晩、廊下の明かりを消します。振り向かない限り、彼女はそこにいる。確かめない、という優しさが、この世界にはあるのです。ご覧いただき、ありがとうございました。